皆さんこんにちは。もうすぐクリスマスということで、今回はクリスマスオーナメントのモデリング、そして基本ノードを使ったマテリアル設定について紹介したいと思います。簡単に複雑な模様を作ることができるので、よろしければ一緒にやってみてください。ちなみにこのチャンネルではブレンダーの基本操作やモデリングの動画を公開していますので、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。デフォルトのカメラ、立方体、ライトを X キーで削除します。Shift プラス A でメッシュから円柱を追加します。左下に詳細設定のアイコンが出てくるので、クリックして分割数を12にします。そうするとこのように12角柱になります。タブキーで編集モードに切り替えます。コントロールプラス R でループカットします。横向きの黄色い線が出てきたら左クリックで向きを確定して、マウスで中心よりも上側に移動させて再度左クリックします。左上のアイコンまたはキーボードの3を押して面選択に切り替えて、オルトを押しながら円柱の下側の面を1周選択します。セレクトからチェッカーディセレクトを選択します。そうすると面が1つ飛ばしで選択されます。オルトプラス E を押して上から2つ目の縫線に沿って面を押し出しを選択します。そうするとこのようにそれぞれの面に対して垂直方向に押し出し押し込みができます。元の円柱よりも少し内側になる位置まで押し込みます。そうすると押し込んだ面と円柱の底が重なっているので、それらを削除していきます。X キーで面を削除します。先ほど押し出しした部分はシフトを押しながら複数選択してX キーでまとめて削除してください。続いて左上のアイコンまたはキーボードの2を押して辺選択に切り替えて、オルトを押しながら辺を1周選択します。選択できたら F キーを押して塞ぎます。 S で底の面を少し拡大させます。上側の辺をオルトを押しながら1周選択して、今度はコントロールプラス B でベベルをかけます。この時マウスホイールを回すと分割数を調整することができます。タブキーでオブジェクトモードに切り替えて右クリックからスムーズシェードをかけます。そうすると滑らかではありますが、こちらのようにところどころ影がある仕上がりになってしまいました。そこで自然な滑らかさに修正するために右下の緑の三角マークをクリックしてオブジェクトデータプロパティを開きます。オブジェクトデータプロパティでノーマルを開いてオートスムーズにチェックを入れます。そうすると式位置としてデフォルト設定されている30度以下の角度のみをスムーズにしてくれます。続いて球体を追加するので一旦 GZ で上に持ち上げておきます。Shift プラス A でメッシュから球を追加します。モディファイアプロパティでサブディビジョンサーフェスを選択してビューポートのレベルを2にします。アプライした後で右クリックスムーズシェードをかけて滑らかにします。点キーの3で側面からのビューに切り替えます。 S で縮小します。 GZ で Z 軸方向に下げて球体の上に乗るように位置を調整します。ライトの設定をしていくのでレンダープレビューに切り替えます。Shift プラス A でポイントライトを追加します。続いて GZ でライトを上方向に持ち上げます。プロパティでライトのアイコンをクリックして強さの値を変更します。ここでは 10W から 100W に変更しました。ワールドプロパティで背景の明度を上げます。Shift プラス A でメッシュから平面を追加します。平面以外を選択して S で縮小します。GY または GX でライトを移動させます。レンダーエンジンを EB からサイクルズに変更します。キャップを選択した状態でマテリアルプロパティから New をクリックします。ベースカラーの色を選択します。このようにハンドで色を選択してもいいですし、色のコードを検索して貼り付けることもできます。色を検索するときは Adobe Color が便利です。
概要欄にリンクを記載していますので、使ったことがないという方はぜひやってみてください。検索欄には作りたいものに関連する名前やイメージを入れます。ここではゴールドと入力したんですが、ゴールドだけでも何パターンもの色の組み合わせを表示してくれます。気に入ったパターンを選択すると、色とコードが表示されているので、その色の上で左クリックをします。そうすると自動で色のコードがコピーされます。ブレンダーに戻ってマテリアルのヘックスタブをクリックして、先ほどコピーしたカラーコードを貼り付けます。今はまだ色を決めただけなので、ここから簡単に設定を変更していきます。メタリック、金属の値を1にします。金属と一緒にペアで使われることが多いのがこのラフネス、粗さですが、こちらを 0.3 から 0.5 にしておくとオーナメントっぽい金色になると思います。任意ですがマテリアルの名前を付けます。シフトプラス D で複製して GY で少し右側に移動させておきます。続いてシフトプラス R と押すと前の操作を繰り返してくれて、同じ間隔で複製をすることができます。今回はオーナメントを5つにしたいので、この操作を3回繰り返します。点キーの3で側面からのビューに切り替えて、オーナメントをまとめて選択して GY で移動させます。真ん中のオーナメントの中心が Z 軸の青色の線のところに来るように移動させておきます。SY で下に敷いている平面を Y 軸方向に拡大します。シフトプラス D でライトを複製して GY で移動させます。シフトプラス R で前の操作を繰り返します。ここからは模様をつけていくのでシェーディングモードに切り替えます。右上のアイコンでレンダープレビューにしておきます。オーナメントを選択した状態で真ん中にあるニューボタンをクリックします。シフトプラス A でテクスチャーからボロノイテクスチャーを追加します。ドラッグでボロノイテクスチャーのカラーとプリンシプル BSDF のベースカラーをつなぎます。試しにスケールとランダムネスの値を調整してみると、こんな風にドット模様が動いているのがわかります。光加減で少し見えにくいという場合はマテリアルプレビューにしてから同じように動かすとよくわかると思います。シフトプラス A でコンバーターからカラーランプを追加します。カラーランプのメモリをカラーバーと呼ぶんですが、これをドラッグして互いに寄せてあげるとこのように模様がはっきりします。またカラーバーをクリックした状態で下にあるカラーをクリックすると色を選ぶことができます。模様がくっきりしてきたのでスケールとランダムネスの値を調整します。スケールは模様の大きさ、ランダムさでは模様の整列度合いを変更できます。テクスチャーを選択した状態でコントロールプラス T と押してマッピングとテクスチャー座標を追加します。これらが追加されない場合はエディットからプリファレンスに進んでノードワングラーを検索してチェックを入れてからもう一度やってみてください。UV とベクトルをつなぎます。マッピングのスケール XY の値を調整してドットの形状を整えます。ドットの大きさを見ながらカラーバーの位置を微調整したら柄の設定は完了です。レンダープレビューに戻ってメタリックを1、ラフネスをお好きな値に設定します。これで1つ目のノード設定は完了です。続いて左から2つ目のオーナメントを選択します。2つ目の柄は今作ったドットの柄の設定を変更していくので、今作成したマテリアル001番を一旦割り当てます。コピーのアイコンをクリックすると別のマテリアルになります。001だったものが002になっていたら OK です。画面が見えにくい場合はマテリアルプレビューに切り替えてください。色を任意で変更します。マッピングのスケールを y=0.2 に変更します。続いてボロノイテクスチャーのスケールを10に変更します。オーナメントの柄を見ながらカラーバーの位置を調整します。そうすると縦長のドット模様の間隔が狭まって手まりのような模様になります。
レンダープレビューに戻してお好みでカラーバーの色を変更してください。私は濃い緑色に設定しました。3つ目のオーナメントを選択してニューをクリックします。シフトプラス A でブリックテクスチャー、日本語でいうレンガテクスチャーを追加してください。カラーとベースカラーをつなぎます。光加減で見えにくい場合はマテリアルプレビューに切り替えます。コントロールプラス T でマッピングとテクスチャー座標を追加します。 UV とベクトルをつなぎます。ブリックテクスチャーのカラー1、2、モルタルの色をそれぞれ設定してください。それぞれのカラーボタンを選択すると色を選べるようになります。続いてモルタルのサイズを 0.1 にします。そうするとモルタルの幅が広がってレンガ部分が点線のような柄になります。モルタルスムーズはレンガとモルタルの間のぼかし度合いを調整できます。ここではくっきりさせておきたいので0にしておきます。ブリックウィズはレンガの幅です。お好みの幅に調整してください。レンダープレビューに切り替えて先ほどと同様にメタリックとラフネスの値を変更してください。これで3つ目のノード設定は完了です。4つ目はミラーボールのような柄を作っていこうと思いますが、こちらは今作成したレンガテクスチャーの設定を変更して作るので、マテリアルは003を一旦割り当てます。コピーのアイコンをクリックして別のマテリアルにします。003が004になっていたら OK です。マテリアルプレビューに切り替えます。モルタルスムーズを 0.5、ブリックウィズレンガ幅を 0.2 にします。色をお好みで変更してください。私はカラー1を一旦白っぽくしておきました。モルタルスケールを 0.01 にします。ブリックウィズですが少し幅が広かったので半分の 0.1 にしてみました。皆さんもお好みで調整してみてください。レンダープレビューに切り替えます。光加減を見ながらお好みでレンガテクスチャーの3つの色を設定してみてください。私は銀色の部分が少し多すぎたかなと思うので、カラー1の白を薄い黄色に変えて金色と銀色が混ざっているような模様にしてみました。5つ目のオーナメントを選択してニューをクリックします。シフトプラス A でウェーブテクスチャーを追加します。カラーとベースカラーをつなぎます。続いてコントロールプラス T でマッピングとテクスチャー座標を追加します。オブジェクトとベクトルをつなぎます。シフトプラス A でコンバーターからカラーランプを追加します。カラーバー同士を寄せて色の境界をくっきりさせます。スケールを 0.5 にします。ローテーションの値を y=90 にします。そうすると縞模様が横向きになりました。シフトプラス A でノイズテクスチャーを追加します。ウェーブテクスチャーとノイズテクスチャーをミックスさせたいので、シフトとコントロールを押しながらテクスチャー上を右ドラッグして2つのテクスチャーをミックスします。ノイズテクスチャーがどのようなテクスチャーなのかを確認するときは、シフトとコントロールを押しながらノイズテクスチャー上を左クリックするとビューワーが立ち上がります。ウェーブテクスチャー上でも同様に確認することができます。接続を最初の状態に戻すときは、プリンシプル BSDF 上でシフトとコントロールを押しながら左クリックします。ミックスのファクターの値を調整してテクスチャー同士の混合比率を調整します。続いてカラーバーの色を選択します。ファクター、スケール、ラフネスの値を調整して模様を見ながら好みの感じにしてみてください。レンダープレビューに切り替えます。メタリックを1、ラフネスを 0.3 から 0.5 にします。光加減を見ながらカラーバーの色をお好みで調整してください。
以上で5つのマテリアル設定が完了しました。最後にレンダリングをしていくので、レイアウトビューに切り替えます。平面を選択した後でタブキーでエディットモードに切り替えます。オーナメントの後ろの一辺を選択して EZ で上に押し出します。見えにくい場合は表示方法をレンダープレビュー以外のプレビューに切り替えてください。コントロールプラス B でベベルをかけます。タブキーでオブジェクトモードに切り替えて右クリックからスムーズシェードをかけます。レンダープレビューに切り替えます。背景の平面を選択してマテリアルプロパティでベースカラーを好きな色に設定します。私はこのような濃い青色に設定してみました。レンダリングをするために Shift プラス A でカメラを追加します。カメラがオーナメントの手前に来るように GZ、GX で移動させます。点キーの0でカメラ視点に切り替えます。ビュータブでカメラ to View にチェックを入れます。この時ビュータブが開かないという方はキーボードの N キーを押してください。そうするとカメラの視点に現在の視点を合わせることができるようになるので、マウスで視点を動かしながら画角を調整します。真ん中のライトはマテリアル作成用に追加したものなので X キーで削除します。画角が定まったら最後にレンダーから画像レンダリングをクリックして出力できたら完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。